お前、高卒なの？今後一切、お前の意見は通んないから。新しい社長が工場に送り込んできた責任者は、学歴で人を馬鹿にする最低な上司だった。連日の嫌がらせに仕事の押し付け、さらには僕の企画まで盗んだ。仕事ができない上に会社の経費を盗むってどういう精神してんだ？もうクビだよ、クビ。極めつきは無実の罪を僕に押し付けて職場から追い出した。僕はあがらう術を持たず、何もかもに絶望し、途方に暮れた。大丈夫よ。私がいいところを紹介してあげる。ところが、絶望の淵に立っていたその時、偶然にも思わぬ人物との再会を果たした。そしてその再会が、僕と僕の周りの人たちの人生を大きく動かすことになったのだ。僕の名前は田中正義。文具メーカーの社員として働いて5年が経とうとしている。僕が就職した文具メーカーは、社長である信子さんが小さな文具店から一人で大きな会社に成長させていた。僕は幼少期から文房具が大好きで、近所に住んでいたこともあり、よく信子さんの営んでいる文具店に通っては、他愛のない話をして盛り上がっていた。おばちゃん、新しい文房具出たの知ってる？知ってるよ。これでしょ？おばちゃんと呼んでいた僕は、最新の文房具の話をするのがとにかく楽しかったし、将来は文房具に関わる仕事がしたいと思っていた。僕が高校生になる頃には、全国で店を構えるようになっており、自社製品なども作ったりしていた。工場が比較的近くにあることから、幼少期ほどではないが、たまに足を運んでは、工場見学させてもらえていたのだ。うちで働くのはどう？ある日、進路について迷っていることを話した僕に、信子さんが言ってくれた一言は、嬉しすぎて一生忘れられない言葉になった。働きたいです。信子さんのところで憧れの文房具作っていきたいです。二つ返事で進路が決まり、僕は高卒で信子さんの会社に就職することが決まった。一応面接と筆記試験があったが、どちらもいい評価だったらしいと後から聞いたことがあった。配属されたのは文具工場の横に併設されているオフィスで、一応は企画課という名前ではあったが、本社のようにそればかりをやっていればいいわけではない。僕は工場の製造ラインが問題なく動いているかの確認作業などを含め、全般的なデスクワークも任されていた。それでも自分の好きな文房具が製造されている過程をずっと見ていられるのは幸せな時間だし、すべての企画が通るわけではないが、一意見として聞いてもらえる環境に身を置けている幸せを感じたのだ。このペン、改良されてからさらに書きやすくなってるな。どこを工夫したんだろう。休憩時間に自社製品のノートに日誌を書くことが習慣になっていた僕は、その日は他社で新しく発売されたペンを試してみていた。より良い商品を作るためには、同業者の作る製品も徹底的に研究しておきたいと考えたためだ。すると、そこへ一通のメールが届いた。社長から全社員に一斉メールだ。どうしたんだろう。異動の内示とかかな。社長から全社員に一斉メールが送られることがとても珍しいことだったから、僕は疑問を抱きながらメールを開封した。その内容は衝撃的なものだったことを今でも覚えている。信子さんが社長を辞任して、息子の哲司さんが新社長に就任するという内容だったからだ。メールには、本来なら直接言いたかったが、病気を患ってしまい、急遽入院する必要ができたため、文面での報告になってしまい、申し訳ないという謝罪と、将来への期待が述べられていた。信子さんがいてくれたから、文具の楽しさにのめり込むことができたし、突然会えなくなるかもしれないと思うと、僕は心臓がとても苦しくなった。
おい、さっきのメール見たか？社長、いきなりすぎるよな。今のオフィスでよくしてくれている先輩もとても驚いた様子だった。しかも、後任があの息子とはな。哲司さん、お知り合いなんですか？知り合いっていうか、入社したタイミングが一緒だったから、同じ研修とか受けてたんだけど、とにかく学歴志向主義なわけ。俺とか散々嫌味言われたし、あんまりいい印象は持ってねえよ。そうなんですか。まあ、と言っても、あんまりここには来ないだろうから、今まで通りで大丈夫だと思うけどな。とにかく社長も期待してたわけだし、頑張っていこうや。先輩はいつもポジティブで本当に救われる。哲司さんの件に関しては、僕は高卒だから関わることになったら大変になることは目に見えていて不安に感じた。だけど先輩の言う通り、そんな人が頻繁に工場を訪ねることはないだろうと思った。だからこれまで通りで大丈夫だろうと、その時束の間の安心を感じていたのだ。社長からの辞令で、今日からここの責任者になった浦山だ。まあ、私の仕事が増えないように、マニュアル通りに仕事しといてくれ。哲司さんに任命されたという浦山さんは、露骨な横柄な挨拶を終えた後、工場にずかずかと入っていく。すみません。工場内は、この服と靴に履き替えてもらわないと。は？そんなのいいんだよ。いや、よくないです。製品に関わりますので。細かいことうっさいな。お前らが適当掃除しとけばいいだろ。待ってください。我々はいい製品を作るためにルールを守って取り組んでいるんです。ルールはどの社員も共通なはずです。いても立ってもいられなくなり、僕は思わず浦山さんに反抗した。すると、浦山さんは僕を睨みつけて、手元に持っていたタブレットで何やら操作を始めた。田中正義。ってお前、高卒かよ。高卒のやつが責任者に何口答えしてんだ？あ？お前の意見なんて今後一切通んないから。浦山さんは吐き捨てると、そのまま工場の LINE も見ずに責任者が使う部屋に立ち去ってしまった。哲司さんが来ないだろうから大丈夫だろうと思っていたが、その人物が任命してやってきた浦山さんがとんでもないほど学歴を馬鹿にしてくることになるとは思わなかった。それからというもの、地獄のような日々が続いてしまう。毎日のように叱責する内容のメールが一日に何回も送られてくるし、仕事の量も桁違いに増えた。朝送っといた資料、まだ完成してないの？高卒は仕事が遅いね。こう言われるのが始業の30分後だったりするのだ。理不尽なことばかりで正直やってられないと思っていた。先輩に相談すると、以前は責任者がしていた仕事内容が僕に押し付けられていることが分かった。そういえば、浦山さんはいつも定時で帰宅している。責任者にもなると残業必須の仕事量になるはずなのに、早く帰っているのはそういうことかと僕は妙に納得してしまった。仕事量が増えたことで疲労困憊になってしまったが、それでも本社へ新商品の企画書を送ることは欠かさなかった。それだけがモチベーションになっていると言っても過言ではない。今日はこの辺にしておくかな。あと少し訂正したら遅れる状態だったが、残業規定時間が迫っていたこともあり、その日は退社することにしたのだ。ところが、次の日の朝、早速企画書の手直しをしようとパソコンを立ち上げると、あるはずの場所にデータがなかった。なんでないんだ。どこを探しても昨日編集したはずのデータは見つからなかった。バックアップを取っていたものがかろうじて残っているが、ここから最終版にまで作業するにはかなり時間がかかる。何データ紛失したの？ダメだね。これだから高卒は。これもやっとくように。
いつの間にか後ろにいた浦山さんは、そう言うと、今日が期日の仕事ばかりを押し付けて、部屋に入っていった。この仕事量をこなしながら、企画書を完成させるのは、正直厳しい。懸命に取り組んでみたものの、結局は期限に間に合わせることはできなかった。入社してから欠かさずに提出していた企画書を出せなかったことに、僕は想像以上のショックを受けた。それからというものの、仕事に熱を込められない日が続いてしまったのだ。そして数週間後、社内メールの確認をしていた僕は自分の目を疑った。僕が企画書で出そうとしていた商品ととても似たものが企画会議を経て試作段階に移るといった内容だったのだ。担当者の欄を見ると、そこには浦山さんと書かれていることにも驚く。やられた、とすぐさま頭の中で叫んだ。だが、そう言ってもどうすることもできずに、僕はまたしても落ち込んでしまった。さらに、追い打ちをかける出来事が起こった。おい、会社の事務財布がなくなってるぞ。誰だよ。浦山さんはオフィスでそう叫んだ後、オフィスのあたりを見渡していた。僕はどこか別の場所に置いたのを浦山さん本人が忘れているだけだろうと仕事を続けていた。お前だろ、盗んだやつは。目の前でこう言われたとき、全く理解ができなかった。全く身に覚えがなかったし、僕のアイデアを盗んだ本人に犯人扱いされていることにも憤りを感じた。何をおっしゃっているんですか。僕は何も。そう言っている間にも、浦山さんは勝手に僕のデスクを漁り出した。そして、その日は一度も開けていなかった引き出しを開けられた瞬間、中に身に覚えのない袋が入っているのが目に飛び込んできた。やっぱりお前だった。仕事ができない上に会社の経費を盗むってどういう精神してんだ？何ですかこれ、本当に知りません。皆さん、お騒がせしました。田中正義が盗んでいたようです。僕は、違います。僕じゃないんですと言おうと思ったが、周りの社員たちは僕と目が合うとうつむかれてしまった。いつも味方になってくれていた先輩はタイミング悪く有給を取っている日だったのだ。だからさ、前から言ってただろ？低学歴の社員なんていらないんだよ。ということで、はい、これ。浦山さんは罵りながら一枚の紙を渡してきた。解雇通知書。考察でも内容はさすがに見ればわかるだろ。お疲れ様でした。すでに紙を用意していたことから、事務財布を僕のデスクに忍び込ませたのは浦山さんということがはっきりわかった。だが、もう僕にできることは何にも残されていなかったのだ。帰り道、もうこの道を通ることはないんだな、と思うと、妙に悲しくなってしまう。正義くん？後ろからふと声をかけられても、最初気づくことができないくらい、放心状態だったらしい。正義くん。信子さんが僕の前に割り込んできたとき、僕はようやく信子さんに声をかけられていたことに気づいた。どうしたの？浮かない顔して。今仕事終わりでしょ？何かあったの？信子さん、もう体は大丈夫なんですか？最近まで入院していたんだけど、手術も無事に成功して、ようやく日常生活を送れるぐらいまでにはなってきたのよ。それより、何があったの？信子さんの心配そうな表情を見ていると、隠し事ができないような気持ちになっていった。今ここで隠したとしても、いつかはクビになったことがバレてしまうと思うと、人づてに知られるより自分から素直に打ち明けた方がいいんだろうな、と思ったのだ。僕は、哲司さんに代わってから、浦山さんという責任者が来たこと、その人から嫌がらせを受けていたこと、最終的に濡れ衣を着せられてクビになったことをすべて伝えた。
信子さんはとても驚いていた。そんな辛い目に遭わせてしまってごめんなさい。やっぱり哲司に変わってからいろいろあるものなのね。安心してちょうだい。私が責任を持っていいところを紹介するから。信子さんはそう言うと別の小さな文具メーカーを紹介してくれたのである。ここは今はまだ小さいけど将来急成長すると思っているところだし、正義くんの特性も活かされると思う。僕の特性ですか？そう、特性。文房具を愛していて研究熱心なところよ。今は落ち込んでいるかもしれないけど、絶対大丈夫だから。信子さんの言葉には説得力があった。その後、面接というか、信子さんの紹介だからと、ほぼ面談のような形で話がまとまり、僕は転職することになったのである。新しい職場は、これまでにも増して勢いがあって、意見を述べるとすぐ取り入れてくれる環境だった。そして何よりも、学歴で見下してくる人が誰一人としていなかったのだ。僕はどん底を味わった時からは想像もできないような充実した日々を過ごしていた。この企画、もうこの段階まで進めていいんですか？会議に出してから検討されて試作品を作ってみるまでのスピードが桁違いに速くて、最初の頃はこうして驚いてしまっていたが、今やこのスピードにも慣れた。数ヶ月後、新製品の企画会議に参加しようとしていると、電話がかかってきていた。何件も不在着信が入っている。相手を確認すると、浦山さんからだ。今更何なんだと思ったが、信子さんにまつわることだとしたら良くないと思い、しぶしぶ電話に出ることにした。お前、企画まで盗んだだろ。もう、盗んだって言葉を聞きたくなかったが、浦山さんは激怒した様子で話を続ける。せっかく試作も完成したって言うのに、お前んところが発売したせいで、こっちの企画は白紙だ。どうしてくれるんだ。僕は退職後、浦山さんに盗まれていた企画を改良し、早期に提出していたのである。工場の事務所で働き、時には工場のラインでも働いていた経験が活かされて、製品はすぐに発売化までこぎつけていたのだ。あの製品はもともと私の企画です。企画を盗んだだけで製品化できるとお思いですか？何の努力もしないで人を犯人扱いしないでいただきたい。今の職場では対等に話を聞いてくれる人しかいない。その環境のおかげで僕は再び自信を持つことができるようになっていた。もう浦山さんに何を言われても関係なかったし、我慢する必要もない。私は私の企画を製品化しただけです。こんなことでいちいち電話かけてこないでください。もうお話しすることはありませんので、さようなら。僕は言えるだけ言って、浦山さんはちょっと待てと話していたが、電話を切って企画会議に向かった。その企画会議でも新たな製品が発売決定となり、僕は幼少期から憧れていた文房具を作る仕事をしているんだと、謎の高揚感を覚えたのだった。私の言った通りでしょ？にしても、急成長しすぎていて、びっくりよ。ある日、信子さんからお茶に誘われて、僕は今の仕事が充実して楽しいことと紹介してくれたことに対するお礼を伝えた。ランチタイムだからか、あたりも同じような仕事の合間に来ている人が多く集まっていた。本当にありがとうございました。先日ニュースで見たんですが、工場でストライキが起きたって本当ですか？声を潜めて尋ねる。聞きたいことがたくさんあったが、人目もあり、こっそりとしか聞けなかった。ええ、本当よ。お恥ずかしいけど、浦山さんの言動があまりにも良くないって、あなたみたいな被害に遭った社員も続々と出てきた結果だわ。本当に情けない。浦山さんは
ストライキを起こさせて生産ラインを大幅に遅らせてしまった責任で、窓際部署に移動させられたらしい。ニュースで大々的に放送されてしまったことで、社内でも知らない人はおらず、どこにいても肩身の狭い思いをしているそうだ。この前、久しぶりに姿を見たんだけど、すごく周囲に怯えている様子だったわよ。ちょっと哀れだな、と思ったが、自分がまいた種だから仕方ない。信子さん、出社されているんですね。出社というか、お目付け役よ。手筋があまりにも情けないから指導しないと思ってね。大変ですね。まあ、私が作った会社だから、最終的には私に責任があるわけだし、しっかり指導して一人前になってもらわないと。哲司さんは、浦山さんを抜擢した責任と、それにより生じた業績悪化の責任も取って、減給処分を食らいながら、信子さんの下で必死に仕事しているようだ。あなたがうちからいなくなったのは本当に残念で仕方ない。でも、今の楽しそうな姿を見ていたら、これでよかったんだな、と思ったわ。恐縮です。これからはライバルね。うちも負けないような製品を作るから、これからも頑張っていきましょう。憧れの信子さんにライバルと言ってもらえて嬉しい気持ちと、さらに頑張っていくんだという気合で満ち溢れる。はい、これからもよろしくお願いします。僕たちは固い握手を交わして別れた。もうすぐ午後の仕事開始だ。今日は企画会議が3つも控えている。より良い製品を作るんだという気合を胸に、僕はオフィスに戻ったのだった。